Day2 最終日の朝、夜明け前、日本チームは朝食のサンドイッチを求め、現地でも評判のカフェに立ち寄る。この日はバリバスの現地サポートを務めるマルコ・マンチネッリ氏もスタッフとして合流。カフェのカウンターではマルコがエスプレッソを1杯立ったまま味わう。それがイタリア流の朝だ。そして会場に到着すると、ポンドには冷たい雨。最終日 Day2 は雨のスタートとなった。 Day1 を終えて首位に立つのは開催国イタリア。日本チームは現在4位。最終日、この位置から巻き返しなるか。おはようございます。今とりあえず、この度恒例となった大悟との朝ポンド観察タイムやったけど、浮いてるね、浮いてるし、ちょっと濁りが若干入ったかなっていう感じです。ね、大した雨降ってないんだけど、で僕らとしてはでもそもそもこの池の本当のところってまだ分かってないから、このままだとイタリアの独走は続く可能性が極めて高いって考えると、この変化が恵みの雨になる可能性も十分あるかなっていう。だからいいよ来てみたいな、雨来ていいよみたいな、雨と風降ってくる、そんなメンタル。まずは雨でしょ。それと気温が低い。全然この2日間とだと昨日とは全然違う状況なんで、今までに比べてやっぱライズしてる魚少ないかなというところで、まあ一段だからといってそんなに元向けに行くとは思えないんで、ちょっと一段下目になってくるのかなというイメージでいます、今のところ。でもこのローライトがどっちに転ぶのかなね。この雨がポンドの状況をどう変えるのか。最終日の戦いを占う不確かな要素が加わった。最終日、すべてが決まる戦いが今始まる。そして運命の Day2 ですね。雨の中のスタート始まりましたね。これ結構な雨でしたよね。いや、降ってた。出ましたよね。だってレインウェア嫌いな僕がちゃんとしっかりレインウェア着たもん。そうですね。確かに。いや、地元が滑り出したのは前日よく釣れてたあたりでのスタートということで、もう開始から釣れ釣れ。前半でこれだけ飛ばしてんだもんな。対戦相手のウクライナの選手もすごいいいペースで釣ってきて、今のところやっと追いついた感じね。夢中で釣っていくような感じでしたね。本当は釣ってくるね。すごい堅実に。なんかウクライナの選手特別なことは何もしてないもんね。ただもきでるね。そうですね、割と直線的な攻めというか、でもミスもないし、すごくそうだね、シュアな釣りですね。でこの世界選手権のルールとして、取り込みが時間内に取り込まないと有効ポイントにならない。10分つかないとその終了の合図の時点でネットインしてないとポイントにならない。国内とちょっと違うわね。ちょっと違うね。でまあこの日もいつも通り初戦を落としまして確かに悪い癖が出てからのスタートっていう
そこで全てをね把握するわけだからね。こうなった確かに。やっぱでも1試合やると体が温まるというか、それまでね。緊張もほぐれるし。これ初日と2日目でこの時点で何か違いっていうのを感じてるの？この時点はねまだ感じてなかったですね。夢中で釣ってたんで、でもこの後、やや落ち着き始めたタイミングで1日目と2日目の決定的な差っていうのが実はあった。これ雄大、これはラインは何でやってる？この時点だとねスーパーエステルの 0.35 を使ってましたね。交流戦普段だと ES の 0.45 でやることがほとんどなんですけど、この時はリトリーブスピードがそれほど1日目2日目とも、速いスピードで釣るわけではなくて、交流魚を活性魚相手してるんだけれどもややスピードを落とした展開で釣りが中心になったんで、よりその小さい当たりを感じ取りやすいように伸びの少ないスーパー S にして釣っていくっていうところですね。ES2 だとどうしても合わせのモーションが大きくなりすぎちゃう感じがして、もうちょっと小さいストロークで確実に釣りたいなっていう感じがあったんで、この時はそういう設定。リーダーはいつも通り VSP フロロの 0.65 ですね。0.6。まあ順調に釣れて、ここは勝てたと。第3試合でまだ結構大きめのスピンついてる。そうですね。そうだね、リーディングも早いもんね、まだね。割と早めですね。まだね。まあ 1.8g ぐらいのスプーンの標準的なスピードっていう感じですかね。ややゆっくり。交流魚釣りにしてはゆっくりかなっていうような感じ。順当に。で、僕デイワンの後半結構失速しちゃって、負ける場面っていうのがあったんですけど、まあその初日の終わりに、一人反省会を開きましてちょっと途中からこうフィネスに頼りすぎてる感じがちょっとあったんですよ。なるほど。で、それこそ優勝したこのイタリアチームもそうですけど、結構ストロングな釣りで押してって釣ってるなっていう印象もあったんで、2日目はねそのあたりちょっと意識してやってましたね。それはもう初日のデイ1でそれをもう感じてたってこと？傾向ありましたね。船ですね。来た。伝説のこのポンドがね、船が意外とみんな釣っててね。船釣ってましたね。そうそのフィネス一辺とプラの感じで言うと、もうフィネスでひたすら攻めたら、ある程度釣れてくれるかなっていう感じで、初日の前半も割とその傾向ってあったんだけど、初日の午後ぐらいからだんだんやっぱり食わせの魚っていうのが減ってって、お気に入りフレッシュな魚を釣った方が数が伸びやすいなっていう傾向があったんで、なんかだんだんルアーが大きくなっていったというか、遠くで釣ってますもんね。確かにそうだね。なんかフォルテ18、あとはノアの15あたりでこう守りすぎないというか、ある程度攻める釣り。ところが俺フィネスでずっと最後まで釣れちゃったんだよね。ああ、なるほど。初日がね。初日。なるほどなるほど。じゃあこのフィネスが効きづらくなってるなって感じたタイミングが、自分と福田さんは少しちょっとずれてたんですよね。福田さんはより多分フィネスが得意だから、初日は持ちこたえられたっていう感じ。釣れちゃってたっていうカメラマン。めちゃくちゃ横切ってますけど
12勝。Thank you. Good day. はい。もう順当だな。着実に切っていったもんね。この日は結構そのストロングな沖からしっかり引っ張ってくるゲームっていうのが意識できてたので、よく釣れましたね。カメラマンの加藤さんも随分とアウェー感を味わってたらしいですよね。なんかなかなか撮る場所がなくてさっきでも人と人の隙間から撮ってるのちょっといいですよねドキュメンタリー感があって。それだけチームジャパンはみんなが注目されてたってことなんでしょ。まあやっぱり目立つ、その一昨年のブルガリア大会で優勝国だったってこともあって、やっぱりマークがきついというか注目されてる部分はあったんでしょうね。相変わらずぐちゃぐちゃだな。そしてここからは福田選手の戦いに密着する。2日目の、お昼明けですね。この頃にはもう本当にすっかり晴れちゃって、朝の大雨が嘘かのような、そして驚異的なぬかるみ、足元の本当に落ちないか心配しながらねやってたよね。福田さんランディングの時こういう感じで膝をつかないじゃないですか。僕膝つかないとダメなタイプなんで、もう最後ウェアがえらいことになってましたね泥だらけ子供かっていう真っ白になってましたね。そっか、こうやってやれば服が汚れないそれでも汚れたからな。このヨット裏向きの合わせがすごい気持ちよかった。沖狙い。これそうボディスピだろうかな。これはエステルタックルだねこれ。フロロも結構試合の中では使ってた。そのフィネスは俺フロロ。なるほど。フロロのベースのフロロの03フィネス。じゃあマイクロスプーンで手前狙いの時にはフロロの03。マジか。03。なるほど。やっとなった。相当だなった。これめっちゃ嬉しかった。生マイスターへの一歩をここで踏み出した。僕はこの時点でもうすでに5匹。そうでしょ。何の自慢だかわかんないけど、今表層での面の時点からちょっとへこんでました。そう。やっと釣れた。でも船結構肉食でしたよね。そう、いい当たりでね。そう。ドンってくる。びっくりするぐらいのいい当たりで。59また向こうだ。ドリスピはいつもね、スーパー S の025とか S2 の03の2種類で俺やってる。なるほど。細めのスーパー S テルか、ワンランク太くした ES2。そう。フィールがある程度近くなりますかね。その大きな違いっていうのはないんだけれども、何が道具だから変えてるということが特にはないんですけど、このジキルのこのレモンイエローっていうか、これ僕のシグネチャーカラーなんだけど、これ隣の国だったかな。とにかくそれで連発しているのを目の当たりにして、プラの時は僕この色なかったんだよね。なるほど。オレンジ系の明滅の方がどちらかというと強かったですよね。プラのなんかだとね。安いトリケースとかそっちっていうのが良かったんだけど、当日その相手のを見てやってみたらめっちゃ釣れるっていう。なるほど。魚もその06ぐらいの射程っていうよりは 0.9g ぐらいの距離感の方がね。泥だらけだなこれ。そう2日目ね、特に2日目はね、2はストロング系の方がいいっていう傾向はずっとなってきましたよね。
当たってる。ドリスピだ。ドリスピのからしだね。いや、こうしてみるとやっぱり本当に放流魚を追っていく釣りになりましたね。そうだね、結果的にね。日本サーモン。本当楽な展開って少なかったな。なんだかんだみんな釣ってくるし。そう、対戦相手がね、やっぱ釣ってくるんで、楽できなかったですね。集中したぜ、やっと。この辺りは、このバイクの仕方はつらい。相変わらず苦しい。考えすぎなのかね、当たりに対して。いやー、結構独特な感じはあったと思いますけどね。ビジネスがもたらす。海外の人たちっていうか、他の他国の人たちはあんまり考えずにやってて、普通に食らいついてくるからさ。お、この審判はダンゴウオパイセンです。この方はダンゴウオが好きすぎて僕らに繰り返しおすすめしてくれた。ダンゴウオいつの間にかダンゴウオパイセンという名前呼び名が陽気でいい人でしたね。すごくいい人だった。背中でわかりますね。パイセンの当たり変えたり、当たりに合わせ変えたりいろいろやったけど、結局そのまま終わっちゃったな。だいぶ疲労感出てきてるね、俺。もうこの頃になると30試合近くやってますからね、初日から。もうだいぶ終わりになってもルアーを絞られちゃってるよね、掴むぐらいは。ですね。もうここまで来ると明確っていう感じでしたね。ただ釣るだけ。そうね。めっちゃ反応してるもんな。独特のランディングスタイル。ロロ選手ですね。イタリアの。釣るんですよね、彼が。本当終盤も終盤でこの超過ですもんね。釣って釣られて16分間の試合なんで。短い時間の中でこれだけスコアが出ると考えると、確かにさ、結構そのウェイトのあるルアー投げてきてるじゃない、対戦相手の大体、そうすると余計悩むんだよな。そう、フィネスでいくべきなのか、そっちなのかな、気をストロングに狙うべきなのか。強かったな。試合か。そしてついに2日間のラストだね。迎えると34試合34試合。いやー、今思い返しても長い旅でしたね。よくやったな。5, 4, 3, 2, 1 and the match and the water。いや、終わりました。34試合。はい、お疲れ様でした。ねぎらってくれてますね。終わった。みんな明るいよね。
もうこの最後終わった時は、その解放感というか、そうだね。終わったっていうなんか言葉にできない感情がありました、走り切りましたね。悔しいね。すごく不完全燃焼。トラウトエリア世界選手権イタリア大会2日間にわたる戦いを終え、日本勢は杉山選手が総合7位、伊藤選手が11位、福田選手が16位、そして荒川選手が51位。チーム総合優勝に輝いたのは開催国のイタリア。日本チームは総合4位で今大会を終えることとなった。2日間が全て終わりまして、本当にお疲れ様でした。で僕らが夢見てた結果にはちょっと及ばなかったかなと思うんだけど、皆さんが一生懸命やってくれてすごく嬉しかったし、僕らの今の力っていうのは出せたかなっていうふうには思ってます。でおのおの成績があって、自分を攻めたりとかっていう気持ちもあるかもしれないんだけど、もうチームを組んだ時点でそういうのはなしにしたいなっていうふうに自分は思ってたんで、おのおのね精一杯やったということで、この結果を受け止めて、また来年日本でありますんで、その日までまた必死に練習して、次こそはみんなで笑えるようにまたやりましょう。いいチームだった。楽しかったですね。本当にそんなに釣りに夢中になれる瞬間っていうのはないと思うし、すごい僕自身も勉強になって、みんなが一緒に来てくれたからこういう体験ができたんで、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。トラウトエリア世界選手権イタリア大会、日本代表は表彰台まであと一歩届かなかった。前回大会の世界王者荒川選手はその責任を胸に思わず涙をこぼす。しかしこの悔しさこそが次への力となる。再び世界の頂点を目指し、次なる舞台日本開催へ。エリアトラウト日本代表の挑戦はまだ終わらない。